皆さんこんにちは、徳田圭です。今回は変数名の付け方のコツについてお話ししていきたいと思います。皆さんは変数名はどのように付けていますか？プログラミングをしていると無数の変数を使用していきますが、プログラマーはその全てに毎回名前を付けなくてはなりません。これを変数に命名すると言いますが、今回は変数の命名方法について、実際にプロの現場ではどのようなことに注意して行っているのかということを説明しようと思います。今回の動画では変数名をどのように付けるのが良いのかという基礎知識を説明した上で、変数名の良い例悪い例という具体的な例をご紹介します。動画の最後では実際の開発現場のノウハウもこっそり教えますので、ぜひ最後までご覧ください。なお、変数についてよくわからないという方は、変数についてわかりやすく解説した動画がありますので、この動画の概要欄からご覧ください。それでは本題ですが、結論から言うと、変数名には誰が見てもその変数の中に何が入っているのかということが分かりやすい名前を付けましょう。長さはできるだけ長くせず、簡潔に分かりやすくします。変数というのはデータを入れておくための箱のようなものだとご説明しました。変数名は箱に貼るラベルのようなものですね。例えば引っ越しをするとき、段ボールに衣類とか食器とか本とか書いておいたりしますよね。これなら中に何が入っているのか一目瞭然ですが、例えば箱に物品とだけ書いてあったら、後から見た時に中に何が入っているのかわからないですよね。開けて中を見てみるしかありません。変数名もそれと同じように、箱の中に何が入っているのかが分かりやすい名前を付けましょう。PHP の場合は変数名はダラーで始まり、半角の英数字とアンダースコアが使用できます。ダラーのすぐ後には数字は使用できません。スペースなどアンダースコア以外の記号を使用することもできません。また、大文字と小文字は区別されますので、例えばメールアドレスと頭が大文字のメールアドレス。これは別の変数として扱われます。もしこれらの命名規則に反すると実行時にエラーになってしまいます。なお、命名規則ではありませんが、一般的に複数の単語になる場合は、単語と単語の間をアンダースコアで区切るか、2語目以降の先頭の文字だけを大文字にして見やすくします。このあたりは混在すると見づらくなってしまうので、自分の中でどちらかルールを決めておきましょう。また、変数名を全部大文字にするということもできるんですが、PHP の中で特別な意味を持つ変数は全て大文字で記載するということがあるため、それと区別するために全てを大文字にするというのは避けましょう。ちなみに僕は全て小文字、単語間はアンダースコアでつなぐという形で統一しています。では変数名としてどんな名前がいいのか、良い例と悪い例をご紹介していきます。先ほども言いましたが、良い変数名の付け方というのは、その変数にどんなデータが入っているのかを前後の処理を追わなくても、ある程度想像できる名前がベストです。例えば先ほどのメールアドレスという名前であれば、後からソースコードを読んだ時に、これにはメールアドレスが入ってるんだなというふうに予想ができますよね。誰にでも完全に内容のわかる命名というのはなかなか難しいですが、極力このようにわかりやすい名前を付けるようにしましょう。逆に最もダメなのは、変数1とかデータとかバーといった命名です。実は入門書でもこういった変数名を付けていることはよく見かけるんですが、これは実際の現場では NG なんです。プログラミングをしていると早く処理を考えたいのに、変数名が思いつかないと面倒になってしまって、つい安易に命名してしまいがちなんですが、こういった名前だとその変数が一体どんな用途なのか全く想像ができません。あと変数名に困ると英語の辞書などで単語を調べることもあると思いますが、後から自分で見てパッと理解できないような単語を選ぶのも NG です。例えば経費を保持する変数があった場合に変数名が思い浮かばないので Google で経費英語と検索してエクスペンスと名付けても後からパッと見て経費って分かりづらいですよね。だったらコストといったもっとシンプルな単語をチョイスするか、あまりかっこよくはないですが経費といった形でローマ字表記でも良いかと思います。実際の良い例と悪い例をいくつか紹介すると、まず良い例ですが、エラーメッセージ。これはエラーメッセージが入っているんだなっていうのが想像できますよね。パッと見てわかるなら、このように短縮するのも OK です。アラートビューフラグ。アラートを表示させるためのフラグが入っているんだなというのがわかりますよね。ユーザー ID。ユーザーの ID が入っているんだなっていうのがわかります。これが良い例です。じゃあ逆に悪い例。データ。何のデータかわからないですね。バー。変数を意味するバリアブルの略だと思うんですが、これも何が入っているか全くわかりません。AAA。論外ですね。エクスペンス。多くの人がパッと見て分かりづらい単語というのは避けた方がいいでしょう。太郎、誰かの名前ですかね。ソースコードの中でこういった名前を付けていませんか？プログラム的にはどのような変数名を付けても同じように動くので、入門書などではあまり触れられることがないんですが、これがバグの軽減やプログラム修正コストの削減にもつながるので、実際の現場ではとても大切なことなんです。ソースコードは一度書いたら終わりではなく、後から何度も修正されるものです。
ソースコードを書くときは常に誰かに見られる前提で書くことが大切です。変数名は後から誰が見ても中にどのようなデータが入っているのかがわかる簡潔な名前を付けるようにしましょう。今回の話は以上になるんですが、最後にもう少し現場のノウハウをお話ししたいと思います。これはちょっと難しい話かもしれないので、わからない場合は聞き流していただいて結構です。実際のプログラムでは DB のテーブルから取得したデータを変数で格納したり、逆に変数に格納されたデータをデータベースに保存したりといったことが頻繁にありますが、 DB のテーブルから取得したオブジェクトにはテーブルの名前をそのまま付けたり、各項目のデータはカラム名と全く同一にしておくと一目瞭然で分かりやすくなります。例えば DB のメンバーニックネームというカラムに保存するデータを扱う変数には同じようにメンバーニックネームとそのまま付けます。カラム名と一致させずにネームといった変数名を付けている人をよく見ますが、ここは一致させておいた方がいいです。ソースコードを見たときに、このメンバーニックネームという変数は DB のメンバーニックネームのデータを扱ってるんだなというのが容易に想像できますし、スペルが一致していることでチェックもしやすくなり、結果的にスペルミスなどのバグも少なくなります。アトムなどのエディターで単語を一括修正する際にも便利ですよね。この方法はとてもおすすめなので、ぜひ自分のルールに取り入れてみてください。というわけで今回は以上になります。僕のチャンネルでは、プログラミングで実践的なスキルを身につけて独立していきたいといった方のために役立つ情報や生きたノウハウをお伝えしています。もし参考になったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた。